はい、皆さんこんばんは。日本適性力学協会の宇敷です。今日は第3回目になるんですけれども、今回のね、フェスタのスペシャルウェビナーということで、いつも3人目ですね、3人目のゲスト。今日もロジャーの会社のリーダーシップチームの大ボスっていう感じなんですけれども、大ボスのミシェルが最後に登場してくれました。リーダーシップチームっていうのは、日本でいう幹部みたいなね、感じなんですけども、ちょっとニュアンス違うんですよね。本当、ただの幹部ではなくって、本当に推進している、会社を推進しているようなチームのメンバーっていうところですね。で、ミシェルに来てくれたんですけれども、今日も早速ね、コメントをいただいています。スイスイスーさんは理解できるかわかんないけど、きっと将来の私は聞いててよかったと思うはずということでね、まさにそういう感じだと思いますので、ありがとうございます。そして、皆さんだからちょっと自己紹介と自分のプロファイルと、それからどこから聞いてるのか、どこから見てるのかと、お天気。その地域のお天気。今日東京はね、曇ってて、最後の方止んできたんですけどもね、雨が降ってたりとかしましたが、皆さんのところはどうでしょうか？その辺ね、コメントに書いておいてください。はい。それではですね、早速、それから最後の方というかね、聞いてる間に質問思いついたら、どんどん入れておいてください、コメントの中にね。そして最後の Q&A のセクションのところで、必ずピックアップしていきますので。で、早いもん順なので、早めに入れといてね。そしたら、ちゃんとそれをね、ピックアップしていきたいと思います。はい。それではね、ミシェル、もうね、横にいますけれども、簡単に私の方からね、ちょっと最初にミシェルの紹介をして、で、追加でもし、ミシェルの方の追加紹介、もうアップデートがあったら、ぜひ教えていただきたいと思います。ミシェルは、2007年にもう、出会って、ロジャーのチームに出会って、そしてもうね、一緒にずっとやってる感じなんですけれども、本当私としては、一緒にロジャーの会社というか、ウェルスダイナミクスを築いてきた仲間っていう感じですね。どちらかというと、私ね、社員では何でもないんですけども、本当に一緒に築いてきた仲間っていう感じです。で、現在では、ジーニアスグループ、ロジャーの会社のグループの中の役員として、そして講師としてもすごい大活躍だし、そして、CPO なのかな、ちょっと今わかんないけど、チーフパートナーシップオフィサーかなみたいな。ちょっとわかんないですけれども、そうですよね。サポータープロファイルなので、本当パートナーシップっていうところに、ミシェルはいて、ポジショニングしていて、だから本当私まさにパートナーなので、関係もすごい近いし、コミュニケーションもずっとね、取っている、そういうメンバーですね。はい。そして、ミシェルは、10年前ぐらいかな、タレントダイナミクスを、ロジャーの会社で立ち上げて、タレントダイナミクスっていうのは、法人対象のウェルスダイナミクスっていうのかな。ウェルスダイナミクスは起業家用に作られたものなんですけれども、タレントダイナミクスは、そういう企業の研修とかに使うっていうところでね、ウェルスを活用した、そのコンテンツをね、作って開発した人でもあるんですね。もう本当にね、あと、もちろんセールスのところは大得意だし、もう私的にはね、今ね、ミシェルはね、すごいロジャー化してて、もう確信が強すぎてね、本当太刀打ちできない感じなんですけども。はい。でもそんなミシェルでした。はい。それが私からの紹介なんですけれども、追加でもっともしかね、ありましたら、ミシェルの方からご挨拶とお願いします。はい。That was an awesome introduction. Thank you. 素晴らしい自己紹介でした。Good to be here with you all as well, by the way. Hi, everyone. で、皆さん、一緒にお会いできて嬉しいですね。こんばんは。そうですね。はい。そんな感じのミシェル
もうできるだけ目いっぱいね、ミシェルの知識をね、今日はみんなにシェアしたいと思ってますので、そして今日のテーマということで、セールスっていうところですね。で、いろいろな5ポイントをね、紹介してきましたけれども、今日の5ポイントはセールス5ポイントなので、セールス変わりましたよね、特にコロナ後、コロナ以降、いろいろな意味で変わってきてると思います。ロジャーの会社の方も、本部の方も、すんごい変わってます。英語で全部やってるので、皆さん直でどんな風に変わったのかもちょっと分かりづらいかと思うんですけども、その辺を聞きたいんですが、まず、コンセプトとしてのセールス4.0と5.0の違いを教えてもらえますか、ミシェル。Yeah, sure. So maybe Nay can just bring up the slide as well so we can see the slide. I know it's all in English, but I'm pretty sure we'll get that translated as well, won't we? ナイさんも、ぜひスライドを出してもらってもいいですか？英語なんですけれども、一応話すことを訳します。So, Nay, if you want to bring up slide 3 for me, please. スライド3お願いします。Yeah. Okay. So, Sales 4.0 is on the left and Sales 5.0 is on the right. セールス 4.0 が左で 5.0 が右にあります。And Sales 4.0 is basically when you have put together your little car that you're driving around the streets of Japan, whereas Sales 5.0 is when you create your rocket ship to go to the moon. で、本当にセールス 4.0 っていうのは自分のもう車を持って、で、東京であちこちに行くとか、日本あちこち行くんですけれども、セールス 5.0 はもうロケットシップを使うモデルなんですね。月まで行きます。So, in Sales 4.0, it's where we're really busy chasing clients, chasing sales, trying to figure out how to get more people to just like have calls and meetings with us. で、4.0 は主にお客さんを追いかけていくわけなんですね。どうやって追いかけてもっとセールスできるのかっていうことを考える。Sales 5.0 is where we just have this consistent flow of people being attracted to us because of the way we've set the whole value cycle up. で、セールス 5.0 はそれと全然違って、で、たくさんの人がずっと引き寄せてきていて、で、それを理由としては私たちが設定した価値のサイクルのおかげです。Sales 4.0 is when we're really worried about people saying no because we need to make sales. And if people say no, we're not going to make sales. So there's this fear of people thinking that what we're doing is wrong or not good enough. で、4.0 の時はずっとね、もう断れるっていう恐れを持つわけなんですね。なんか売ったものはなんかダメだと言われるのは、そういう恐れを持ちますよね。Whereas 5.0 is when we see every opportunity of connecting with a potential customer as us having a gift that we can give to somebody. でも 5.0 は逆にもうお客さんとか周りの人たちにプレゼントがあるような感覚なので、できるだけもうつないで、できるだけ人にそのプレゼントを与えていくような感覚になります。And of course, everybody loves a gift. で、皆さんはプレゼント大好きですよね。Sales 4.0 is where we're trying to make our product fit the market. So we're looking for a gap in the market and thinking that's the product that's going to fill a gap in the market. で、4.0 の方は、なんか、市場にギャップがあって、穴があって、で、それを埋めていこうという観点ですね。And Sales 5.0 is where everything we're doing is putting the customer at the center, and it's how do we find a solution that fits a problem that a customer has. でも 5.0 っていうのはもうお客さんを中心に考えて、で、お客さんが抱えている問題をどういうふうに解決してあげられるかっていう考え方になります。If you're starting with your product and trying to see how that fits, you're starting in the wrong place. If you're starting with the customer and the biggest problem they have to solve today, that's the right place to start. もし自分が商品からスタートしてどこで売れるかとかどこで出せるかっていう考えているのが 4.0 で、でもお客さんを中心に考えてその人に何を提供できるかっていう考え方であれば 5.0 です。And 4.0 is where we're just looking for as many people as we can get to come through this funnel or this kind of old-fashioned lead magnet. And
we burn so many bridges with so many people because all we're trying to do is make a sale. で、4.0 はですね、もうファンネルがありますけれども、もうできるだけ多くの人たちにそのファンネルに入ってもらうんですけれども、それをやってる同時に本当にこう人間関係をどんどんもうダメになっていくわけなんですね。こう何をしてても関係性を悪くしてもファンネルに入れてもらおうとしますから。Whereas 5.0 is instead of having the large quantity, how do we get the high quality where we're really taking care of people, we're really connecting with them, we're really engaging them, and we're growing that community and nurturing and taking care of them. でも 5.0 は違って数の勝負ではなくて本当にその質の勝負ですね。本当にお客さんのために何ができるかで本当に強くつながって、でつながることによって信頼関係が生まれて、こうどんどん広めて、このもう大きなファンのコミュニティも出来上がります。And then 4.0 is how do we use tech to get more and more people coming through, like, using bots to get people added onto a Twitter or Instagram and just trying to add as many people in as we can. で、4.0 は、やっぱりどういうふうに IT を活用して、より多くの人が何かのチャットグループに入ってもらうとか、本当に数だけを、攻めていくわけですね。And 5.0 is how do we use tech to really grow the quality? So we're using the right platforms, we're using, whether it's Genius U, whether it's Facebook, whether it's LinkedIn, we're using the right platforms and the right technology to really take care of the quality. We're using the right digital marketing. でも 5.0 は逆にもどういうふうに IT を使って質を上げられるか、お客さんの体験の質なんですね。なので、それは、正しいプラットフォームを使ってたり、それはGenius Uかもしれないし、ロジャーの会社のプラットフォームなんですけれども、Facebook だったり、でも、そのプラットフォームを使ってお客さんとのつながりの質を上げていく、提供する、商品のクオリティを上げていく、のが目的です。And of course, we all recognize this, right? Because we know when somebody is doing a 4.0 sales job on us, just chasing us and desperately trying to make us buy something. We feel the difference when somebody really cares enough to build a community, to answer our questions, to really help us learn something that's of importance. しかも皆さんはすでに分かってるはずなんですね。本当に 4.0 のモデルだったら、もうガンガンただ単にお金をもう取ってくるような感覚は皆さん体験したことあるんですけれども、それと比べて本当に自分に対してこう関心を持っていろんな質問を私たちを理解しようとしてくれて、でそして最後に何かを提案してくれるっていうのを5.0 のモデルなんですね。And I heard Tamami saying in the introduction that, I'm really good at sales, but it's actually not sales that I'm really good at. What I'm really good at is building community and connection. で、玉美さんが、先ほど、紹介のところで、セールスが上手って言ってくれたんですけれども、セールスが上手っていうんではなくて、私は本当にコミュニティと、そのコミュニティとのつながり、信頼を構築するのが一番上手なわけなんですね。Being good at sales is not good. いわゆるセールスで上手であるのは良くないことです。If you're still trying to sell to people, if you're trying to convince people, if you're trying to find a way to make people want to buy your thing, you're going about it a very, very difficult way. 本当に何か売ろうとしているとか、誰かを説得しようとしているとか、何か誰かに本当にこれを買う気にさせたいと思ってたら、それを本当に難しい道を歩んでいます。But if you're focusing at how do you add real value to somebody, how do you really help them to learn something that's going to change their business or change their life or change their family or the way they're being educated, then of course they want to stay connected to you and they see that they're building trust with you as well. でも逆に本当に本心で誰かのために、お客さんのために何を提供できるか、その人が何を学べば自分の人生とかビジネスが変わっていくかっていうことを真剣に提供していけば、逆にすごい親近感とか信頼は構築できてて、でずっと付き合っていくようなパートナーにもなりますね、お客さんは。We don't even have salespeople in our team. We don't call them salespeople. We don't go out and recruit salespeople. In fact, in the past, when I've actually recruited salespeople to join my team, they've really not worked out and we've had to let them go.
で、実際もうチームの中でセールスパーソンっていう名称の人はいないんですね。そう、セールスっていう言葉ですらもう使わなくなっていますし、で、実際に前にそのセールスパーソンっていう、経歴のある人たちをこう雇ったことはありますけれども、本当に合わなくて結局その人たちを手放したじゃあ、はい、ありがとうございましたっていうことになりました。So we have a team called Genius Igniters. で、私たちの会社には Genius Insutitute のチームがあります。And the job of a Genius Igniter is exactly that. Their job is to ignite someone else's genius. で、本当に Genius Igniter の仕事っていうのは、言葉通りなんですけども、人の天才に着火する。Igniter っていうのはなんか着火マンみたいな、着火するっていう意味合いですね。人の天才性を着火する。So they understand the profile or the genius of the person they're speaking to, and their job is to help them live their life in their genius using the right level of the wealth spectrum as well. So everything is personalized. Whereas in the past, everything was productized. Now everything is personalized. で、この Genius Igniter たちは、本当に、興味を持ってくれてる人たちと話し合ってるときは、その人たちを理解して、例えばその人の周波数とかプロファイルを知って、その人のスペクトルレベルも知って、で、それに合わせていろんなことを提案してたり、聞き出したりするわけなんですね。なので、それが新しいモデルなわけです。We think that going digital somehow removes us more from the customer because we're not face to face, but actually going digital personalizes things way better than it did just a year and a half ago. で、多くの人たちはなんかデジタル化に、最近デジタル化になってますけども、そういうことによって、お客さんとのもう距離感がすごいもう遠くなっていくとイメージはあるんですけども、逆なんですね。So after all that, 5.0 is get personal with your clients. なので、これを全部言ったところで、まとめで言うと、本当にクライアントと親近感を持って接していくっていうことなんですね。はい、ありがとうございます。今、パーソナライズドっていうね、キーワードが出てきましたけれども、そのジーニアスイグナイターたち、我々の協会にもいるんですね。ジーニアスイグナイターたちがいるんですけれども、なんか話を聞いてると、そのすごいパーソナライズドで、そのジーニアスイグナイターズの、技術がちょっとすごい人しかできないんじゃないのって思っちゃうんですけど、だって、相手のね、そのパーソナルな状態を聞いて、で、自分にももちろん、そのプロファイルがね、得意なプロファイル、話し方とかあるでしょうし、で、相手の、その、プロファイルを察して、そして未来を察して、聞いて、ヒアリングして、そして、それの人に合ったものを提供するというか、なんか本当どちらかというと、コーチみたいな、コーチング、コンサルティングみたいな感じで、すごい腕がないとできないんじゃないのかなって思っちゃうんですけど、どうでしょうか。やっぱすごいそういう、スキルのある人たちがジーニアスイグナイターズをやってるんですか？ That's a really good question. とてもいい質問ですね。So, yes and no. ある面はそうで、ある面はそうでもないですね。So I said before that we tried to hire salespeople into our Genius Igniter team, and it just doesn't work because they are too busy trying to sell to people. で、昔は本当にそういうセールスパーソンをジーニアスイグナイターとして雇ってみたことあるんですけれども、でもうまくいかなかったんですね。そのセールスパーソンはずっと売ろうとしていたからなんですね。I would say there's a couple of ingredients that makes for a really successful Genius Igniter. で、本当に成功するジーニアスイグナイターのいくつかの要素があると思います。知りたいね、それ。The first key ingredient is someone who cares. で、最初の要素っていうのは、関心を持つ人ですね。人に対して。Customers do not care about what you know until they know that you care. お客さんはあなたがどれだけ知識を持っているかは最初は関係ない、どうでもいいんですね。でもあなたがその人に対する関心を持っているっていう感じたことによって、そしたら逆に興味を持てるようになります。Now, caring can show up in a couple of different ways. It's not just, being kind and thoughtful. It's also being curious and really getting to understand someone well enough that you can actually serve them.
で、その関心っていうのは、ただ単に丁寧に優しく接することではなくて、好奇心を持つわけなんですね。好奇心を持って、で、その人に本当に、しっかりと価値提供ができるまでに、いろいろ尋ねていくっていう好奇心なんですね。So care is the first one. The second one is, I kind of mentioned, is curiosity. It's the ability to ask the right questions from somebody. 2番目は、先ほどちょっと言ったんですけども、好奇心ですね。正しい質問を、その人に聞くことなんですね。The third thing is the ability to listen to the answers that somebody gives you, like to really care enough to want to know what is going on in their world. What are the biggest problems they're being faced with right now? What would it be worth if you could help them solve that problem? で、3番目の要素は、傾聴できることなんですね。なので、実際に好奇心を持って質問を聞いた後に、答えてくれたことに、実際に聞いて、で、そこで、それ何がピックアップできるか、何か本当にそれを通して、じゃあ、お客さんにとってはこういうことが価値があるんだなっていう、そのための、リスニング、傾聴するスキルですね。And then the fourth thing is understanding the frequencies or the energies or the geniuses, whatever term you want to use, because when you understand the geniuses of the person who you're speaking to, you can meet them in their genius. で、4つ目としては、周波数とかジーニアス、天才性を知ることなんですね。それはウェルスダイナミクスプロファイルの、周波数であったり、あるいはプロファイル。で、そのプロファイルを知ることによって、相手に合わせて話すことができるからです。Now, all those things are really interesting to know, but if you don't have a constant stream of people wanting to buy from you, then it's really, it's like, why would you learn how to be a genius igniter unless you've got a queue of people constantly wanting to buy from you? So the bigger question isn't how do you be a good genius igniter, it's how do you create a queue of people wanting to buy from you? ただですね、でも例えばジーニアスイグナイターの要素を全部揃ったところで、すごいスキルを持ったって、もしたくさんのお客さんが並んでるほど来てなければ、ジーニアスイグナイターの存在はあまり意味ないんですよね。なので一番大きなポイントというのは、じゃあどのように常にお客さんがもう並んでても、話を聞きたいとか話を聞かせてもらいたいというような状況を作るのは、どうすればいいんでしょうか。そうですよね。だから、ジーニアスイグナイター、今のね、お話を聞いてて、3つ目かのところで、その人の世界を見るっていうところがありましたけれども、お話をいっぱい聞いてね、その人がどういう世界に住んでるのかっていうのを把握するっていうところがありましたけれども、すごいそれは意外と高度だなっていうところね。でも本当もちろんできるし、ちゃんと聞いていけば。そして、で、最後のところは、もちろんそこをね、ちゃんとケアしていくっていうところなんですけれども、本当に今なんで、ミシェルが、そのセールスがうまいって、結局売れちゃうんですけれども、売れちゃうのかなっていうところも教えてくれたみたいな感じなんですね。なんでかっていうと、ケアが最初に必要っていうふうにね、言ってくれて、本当ミシェルはケアの、すごい、一瞬怖そうかもしれないけど、すごいケアの人なんですよね。で、バリとか行くと、年に1回はね、今まで、去年はだから本当1回も会えてないのかな。多分ね。で、それまではもう毎回もうバリで1回は必ず最近。で、その前はもう2回は絶対に会ってたんですけれども、ミーティングがあったからね。で、その時に、もうすごい、だからすごいウェルカムしてくれる。っていう、私は本当で、ね、内向的なので、相変わらずバリに行っても、なんていうのかな、ハグあんまりするわけでもないし、みんなと。感じなんだけども、ミシェルはバーってそう、すごいウェルカムしてくれて、そういうところがすごく、Hug me! で、ケアしてくれてる。そして本当に、入ってきてって、なんていうのかな、招いてくれるっていうのかな。それをやってくれてるのが、そこがだからもう資質として持ってるんですよね。ミシェルはね。で、本当にそういう形で、
すごい GI がいたとしても、ジーニスイグナイターがいたとしても、GI に送り込むマーケティングがなくちゃダメっていうね、ところになりましたけど、マーケティングのところは、まあ、スラージがね、先週話してくれましたので、そっちちゃんと聞いてみてくださいね。はい。そして、あとね、ミシェルは今でも直に売ることがあるのか、あるんですか？売ることっていうのは、セールスやる。Yeah. うん。Yeah, I do. Yeah. Not as much as I used to. うん。前ほどはないんですけれども。うん。But I have clients who I've known since I started in 2007 who only want to talk to me. でも、本当に私としか話したくないクライアントはいるんですね。2007年からずっとみたいな。And it's because of the trust that we built up with one another. Like I'll have clients that sometimes I don't even have time to take a call with them because I'm so busy. And they say, hey, I want to ask you about this product. Should I buy it? Should I not buy it? で、本当にもうたまに忙しくて、ずっと話せない時はあるんですけれども、でもその人たちは本当に自分の、ミシェルの意見を聞きたかったりはするんですね。この商品を買った方がいいのか、買わない方がいいのかとか。And because I know their business so well, and I know their goals that they're trying to achieve, and I know the challenges that they're being faced with because we speak regularly enough. でも、本当にその人たちと定期的に話してるから、私はあんまりにも、その人たちの抱えてる夢とか目標とか、問題とか、それを本当に理解しているからなんですね。I can say to them, yeah, you should do that program, or no, you don't need to do that program. And they believe me because they trust me. They know I care enough about them that I'll tell them the right thing to do. 本当に単純に、これはやった方がいいんですよ。もちろん、これはやらない方がいいんですよって言って、で、信じてくれるわけなんですね。なぜかっていうのは、本当にそういう、ケア、本当に関心があって、で、そういう信頼がもう作ってきたからなんです。So sometimes this is happening without even having a conversation. It's on WhatsApp or Facebook or email or Skype or something. で、本当にこれはもう実際にもう対話じゃないところでも起きたりはするんですね。例えば WhatsApp とか Skype とか、もうメッセンジャーとかそういうところでも行ったりはします。But I now have a team of maybe 8 or 10 Genius Igniters who are taking calls all the time. And I spend my time training them and helping them and making sure they understand enough about wealth dynamics, enough about mentoring, the right questions, the products. So I spend my time really helping them so I can leverage my time more efficiently now. でも最近は本当に、Genius Igniter のチームは7人から8人ぐらいは、今いるんですけれども、私は多くの時間はその人たちの、検証をしてますね。で、その人たちに、例えばそのプロファイルの理解とか、商品の理解とか、どういう質問を聞けばいいのかっていうところを、教えていて、で、そうすると自分自身の時間をもっとうまく、レバレージをかけることができます。そうですよね。私もそういうクライアントの一人かもしれないんですけれども、やっぱずっとね、知ってるから、よく分かってくれて、それでね、今本当、ジーニアスグループ、急激に大きくなってるから、私のことを知らない人がいるんですよね。そのチームの中に。それで私知らないのみたいなね、感じなんだけど、たまみを知らないのかって感じなんですけども。Actually, everybody knows who you are, Tamami, because you're our number one partner in the world. So everyone knows who you are. 実は全員がたまみさんのことを知ってるんですね。なぜかっていうのは、ウェルスダイナミクス本部のパートナーの世界のパートナーのナンバーワンパートナーでありますか。ありがとうございます。ちゃんと通訳していただいて嬉しいですね。はい、それで、でも、その時も、だから、いろいろなオファーの作り方もミシェルだから、その人にぴったりのオファー、もう本当にノーと言えないオファーを作ってくる。で別に、私はノーと、そのオファーを見たら別にノーと全然もちろん言えないというか、言いたいのに言えないんじゃなくて、買いますみたいな。それいいですねみたいな感じで、それを受け取るっていう感じなんですけどもね。だから、本当そういう感じで、最適なオファーを提案したりだとか、もちろんだからミシェルにその力が
なんていうの、会社の中でその力があるっていうのもあるんですけれども、だけど、そういうのを作る、一般的なオファーを作るのもすっごい天才的っていうのかな。ですよね、オファー、ノーと言えないオファーの作り方、なんか、ヒントありますか？ Yeah, I mean, so we call it a compelling offer. いやいや。で、私たちは、本当にそういうふうにノーと言えないオファーって言うんですけれども。Now, there's the compelling offer, which is for a large group of people. So if you're doing a promotion, there's a compelling offer. But then what you're talking about more is the compelling offer, which is a one-to-one offer. で、もちろん、大勢になんか大人数に対するノーと言えないオファーがあったりはするんですけれども、先ほど話してたのは本当に1対1の時のノーと言えないオファーなんですね。So for the compelling offer for the promotion, the key thing is to always make sure there's a limited availability. So there's a number that, and you might say, I'm only looking for 5 clients this next quarter. で、本当に大勢に対してのノーと言えないオファーのところで、本当に限定するのが大事ですね。例えば、今回の次の四半期の間は、5人のお客さんしか、今求めていないんですと。And there's going to be a limited time frame. So you could say, I'm looking for 5 clients this quarter, and I'm only taking the first 5 clients who decide by the 31st of June. で、それに時間制限をかけるのも大事ですね。で、例えば、じゃ次の四半期のために、そういうコンサルのクライアントを5人だけを探していて、で、先順で決めていて、で、今月の31日までのみです。And normally it's going to cost $5,000 US. で、普通は、50万円の価格になりますけれども、But for the first 5 500万 people 円ですね。Oh, sorry. The first 5 people who decide before the 31st of June, it's going to be $3,500. で、最初は500万ですけれども、で、本当に最初の5人が、3人ですね。が、31日までに決めてくれたら、それはもう350万になりますと。And I'm going to package in some one-to-one time with me as well, which normally you can't even buy, but I'm going to give you that as a special bonus for that first group of people who say yes. で、しかも、このパッケージに、普段私と、私を1対1で、コーチングとかコンサルをアクセスできないんですけれども、それもパッケージに入れます。なので、最初のグループの人たちにはそれをオファーしますと。So a compelling offer, it's not just about getting people to say yes, but the compelling offer is, why would somebody choose to do this now instead of, oh, I'll do it next year. It sounds great, but I'll do it. It's like, why would they do it now? It's the pain of missing out is greater. なので、ノーと言えないオファーっていうのは、本当にイエスに言ってもらうところだけではなくて、本当に今、イエスということなんですね。なので、今日、例えば、来年じゃなくて、今やるっていうことですね。で、本当に大きなところは、なんか今やらないと、すごい、損するような、その痛みを感じるのが、結構、このオファーの大きなポイントでもありますね。Now, the one-to-one compelling offer is even easier. で、1対1のノーと言えないオファーの方が、しかも楽です。簡単です。If you know the customer and you care enough about them. でも、それは、実際にそのお客さんのことを知っていて、で、十分関心を持っていれば簡単なわけです。So I know when, Tamami reaches out to me, for example, and says, hey, I got a problem with this. I know I can create something really compelling because I know what's happening in her business, that I can make something very, very personal for her that's going to solve her problem. で、たまみさんがもしかして、ミシェルさん実は今最近会社がこういう、問題を抱えてますって言ったところで、たまみさんの状況を知っているので、自分のリソースを全部ピックアップして、本当にその問題を解決できるようなオファーは組み立てられるので、そうすると絶対ノーと言えないオファーになりますね。And if you don't know them, then you need to spend some time getting to know the customer. Really care enough to find out what is the biggest problem they have right now. で、もし、その時間をかけて、で、相手をなので、どういう、ことを、今のところ、どういう問題を抱えているかとか。今のところちょっともう一回聞こえづらかったので、もう一回。I've just lost my connection with Raymond. Yeah. OK。もう一回、今の通訳をね。はい。なので、もしお客さんのことを知らなければ、
実際にその時間を使ってで相手の状況とかを全部理解するための時間を取ってください。そういう会話をしてください。なるほど。そうですよね。そう、1対1は意外と本当にその人にね、カスタマイズして作ればあれなんですけども、1対他の時のオファーね、そういうところが必要なんですね。みんな、分かっちゃいるけど、多分。Oh, sorry. Yeah, so people. って思います。うん。そう。大丈夫？そして、ね、さっき4.0 と5.0 の、ところで出てきた価値のサイクルっていうところ、価値のサイクルがあるんだ、5.0 にはっていうのがあったんですけども、ちょっとそこのところだけ簡単に教えてもらえますか？ Yeah, sure. Oh, I'm on mute. Okay, sorry, I was on mute. Yeah. So the value cycle, I like to call it the trust cycle. で、そうですね。価値サイクルというのがあるんですけれども。Michelle, could you mute your WhatsApp? The mic. Yes. Okay, there we go. 価値のサイクルがあるんですけども、私に言わせると、私の呼び方としては信頼サイクルでもあります。And Nay, maybe you can just show slide number 6 for me, please. で、ナイさん、ちょっとスライド6を出してもらえますか？ So the reason I call it the trust cycle is value is measured in trust. で、なぜ信頼サイクルって呼んでいるっていうのは、価値っていうのは信頼で計測できています。The more people trust you, the more they will do business with you. 人があなたを信頼すればするほど、あなたと一緒にビジネスをやっていきます。The easiest way for people to trust you is to deliver value to them. で、一番その信頼レベルを高めていくのは、実際に価値を届けることなんですね。If you're not waking up every day thinking, how can I be of more value? How can I add more value? Then you're not thinking in a 5.0 way. もし皆さんが毎日も起きて、もっともっと周りの人たちとかお客さんに価値を提供できるか、もっとどういうふうに提供している価値を増やせるかって考えてなければ 5.0 のマインドになってないです。So 4.0 is very much about creating sales funnels and creating lead magnets. なので 4.0 というのは本当にそういうファンネルを作ることががメインですよね。But they just don't work anymore. They don't work as well as they used to, so they don't really work. で、でも今の現代ではあんまり機能しないんですよね。Because there isn't just this like thousands of people just funneling in the top end. They don't just arrive, they don't fall off trees. なぜかというのは、どっかでもう何千人がもうたまたま自分のファンネルに入ってくるわけではないんですよね。But if you're focusing at how do you build a value cycle, this is a way to continuously see a new flow of people always coming through who are interested and want to support and want to buy more as well. でも価値のサイクルをちゃんと作っていけば、ずっとですね、人たちが自然にもうやってきて、で、本当に好奇心を持ってて、あなたの会社は何をやってくれるんでしょうかっていうところで、もう続々で入ってくるわけです。And there's 5 steps to the value cycle. So we'll go to the next slide and I'll show you. で、次のスライドでお願いします。価値サイクルには、5つのステップがあります。So 5 steps to the value cycle. This is how to make digital sales, right? This is very different to how we did this a year and a half ago. This is how do you build a constant stream of people who want to show up in the digital world. で、これはデジタルでそういうセールスをやるっていうことなんですね。これは全然やっぱり1年半前と比べてやり方が変わっていますけれども、もうオンライン上でもう人が並んでいるほどにもう待っている、もう来ている状態を作るプロセスです。Now, this might be a bit of a shock to you, but you need to spend 20% of your time on each of these steps. で、これは皆さんにとってショックかもしれないんですけれども、各自のこの5つのステップに自分の時間の20% ずつをかける必要があります。So, let me go through the 5 steps. なので、この5つのステップを説明しますね。
And maybe someone can drop in the Japanese translation of the steps in the comments as well, if there's someone on the team that can do that. で、もし、チームで、実際にこの日本語の訳が分かっている人であれば、ぜひ、それをチャットで、入れてもらっていいと思います。So step number 1 is build your followers. で、一番は、フォロワーを、作っていくっていうことです。Followers are people who are giving you their attention. So maybe they're following your Facebook page, maybe they're following your Instagram or your Twitter, maybe they clicked on a digital ad. で、フォロワーっていうのは、注意とか注目をしてくれることですね。の人たちですね。なので、自分の Facebook ページをフォローしてくれるとか、インスタのアカウントをフォローしてくれるとか、あるいはメールに申し込んでくれる、リストに申し込んでくれる人たちですね。There's something that you're telling them in your story, which is attracting them because you're sharing that you understand their problem and you have a solution. So they're maybe just clicking on something. 自分のストーリーの中ですね。会社のストーリーとか、商品のストーリーだったりして、で、それに、響いてる部分があるわけなんですね。そのフォロワーたちで。で、そのフォロワーたちがそれに響いて、で、何かに、広告だったりにクリックするわけですね。And we need to have a constant stream of new followers every week. で、本当にもうずっと毎週新しいフォロワーが、いないとダメなんです。And the reason for that is 20% of your followers will become your community, which is step 2. なぜかっていうのは20%、自分のフォロワーの 20% がコミュニティになってくれるんですね。で、それは、2番目の黄色いところです。And these numbers are important. These are conversion numbers. So it's good to make a note. So 20% of your followers will become your community if you make them an offer to come and attend something for free, which is going to be of enough value and solves their problem. で、これはぜひ皆さん、メモをでも取ってください。これはそういうコンバージョン率なんですけれども、そのフォロワーたちに、本当に、私の問題解決をしてくれるような、何かイベントとかを、無料のものですね。無料のイベントとか商品を提供していけば、20% のフォロワーたちがコミュニティに入ってくれます。The community, which is step 2, this is where people are now giving you their time, not just their attention. で、コミュニティのこのステップ2のところは、ただ単に注意とか注目をしてくれるわけではなくても、時間もくれるわけなんです。And so this could be something like a masterclass, like we're doing today. This is a great way to build a community where someone registers to come to something that's free, that they're having, getting some value, learning something, and hopefully solving a problem. で、実際に、例えばマスタークラスで、マスタークラスは、本部で言う、こういうようなウェビナーみたいなものなんですけども、実際に、今日は、皆さんが参加しているのは、マスタークラスの、一つですね、本部の定義だと。で、ここで皆さんが無料で参加してくれてはいて、で、ここで何かの価値をもらって、もしかして自分の問題解決になるんじゃないかなっていうことで参加してくれています。Maybe something like a 5-day challenge, again, where you're doing it for free, where you're giving people content over 5 days, giving them the opportunity to really learn something that's solving their problem. あるいは、5つ間のチャレンジとか、で、それも無料で、で、それを皆さんが参加することによって、そのプロセスで自分が抱えた問題を解決できるための体験を提供することなんですね。Maybe something like a PDF that someone can download, which is a how-to guide, like how to build your digital business sales 5.0. So something that they can go, yeah, that's really useful. I want to download that guide and get that information. でも大きなイベントじゃなくても、例えば PDF、そういうもう資料のダウンロードでもいいかもしれないですね。例えばどうやってこの時代でデジタルビジネスを構築できるかっていうような PDF なんですけれども、どっちにしてもお客さんがそれを見て、それを本当に価値にあると感じるもので、それをぜひ欲しいので、申し込んでたり参加してたりダウンロードしてたりくれます。You could do something like a free or very, very low cost event that people can attend online, like the FESTA or something like that, where they're coming and getting a lot of value again by being at an event. で、完全に、必ず無料じゃなくても大丈夫ですね。あるいは、例えば、
フェスタですね。割と安い金額の、イベントを提供して、で、そこでもう本当にもう莫大ぐらいの価値をもらえるような、機会を提供するのもありですね。And something we love to use is assessment tests. Like people love taking assessments. So we have loads of them for Genius U for free. The Genius test, the passion test, the purpose test. Can't remember them all. But we have a lot of people taking assessments, about 1,000 a day. あとは診断テストですね。もう皆さんは診断テスト大好きなんですね。で、もう実際にジーニアス U ではそういうもう才能、ジーニアステストとパッションテストとかパーパステストとかなんかもうたくさんあるんですけども、全部思い出せないんですけれども、毎日多分1000人とか以上はもう何千人が毎日そういう診断を受けてくれてます。Now, you don't need to do all those things. You can just pick one. で、皆さんは必ず全部をやらないといけないわけではないんですね。一個だけやればいいんですよ。But know that if you do something that is solving someone's problem, this particular avatar, they will move from follower to community because they'll say, yes, I want to come to that thing for free, or I want to download that thing or take that test. And you'll capture their email, but more importantly, you'll capture their time and their attention now. で、なので皆さんの、ビジネスの中で、本当にターゲットしている顧客、アバターって、今ミシェル言ったんですけれども、本当に自分の理想の顧客の、人、顧客像っていうのをアバターって言って、で、そのアバターが、その理想の顧客がすごい喜んでくれて、その人の問題解決するような、ことを提供すればいいんです。Now, approximately 20% of the community, if you invite them to take a next step, will become a prospect. で、本当にまたそのコミュニティの 20% の人たちにですね、いいチャンス、そのオファーを提供すれば、逆に次の3番目の見込み客、プロスペクトって書いてありますけど、見込み客になってくれます。So let's say you do a really great masterclass and you say, hey, anybody who wants to find out more about the Genius Igniter training program that Michelle's talking about, you can go book a call with Michelle, and here's how you book a call. So nobody's paying for anything at this point, but they're now going, that's of enough interest, Michelle, in how you can solve my problem that I want to book a call with you. で、ここでですね、例えば今回のライブウェビナーみたいなところで、すっごい価値をもう受け取りました。すごい興味、もう信頼が上がりました。で、ミシェルが、そこで、じゃあ私と逆に、こういうもうプログラムコースをこれからもうスタートしますけれども、もしそれに興味があれば、ぜひ、私との、説明会にぜひ来てくださいというところで、オファーすれば、皆さんが本当にそのライブウェビナー、そのマスタークラスで、実際にたくさんの価値を得たら、そこに興味を持って、20% の人たちが、申し込んでくれるわけです。So step 3 is when they actually put their hand up and say, yes, I want to have a call. I'm interested to find out how I buy this thing. でなので、ステップ3は、まだお金は発生してないんですよ。発生してないんですけれども、手を挙げて、はい、時間をかけてても、あなたが提供していることについてもっと知りたいんですっていう段階になります。This is when you get a queue of people wanting to buy, because if you do step 1 and 2 well enough, you'll have a constant stream of people wanting step 3. で、ここでですね、皆さんが並んでても、買いたいんですっていうような状況を作ることができるんですね。でもこれは前提としては、ステップ1とステップ2をちゃんとしていけば、こういう状態を作ることができます。So step 4 is after they've had the call at step 3 is when they say, yes, I want to buy, and they become a customer and they have a transformational experience in whatever it is that you do with them. で、ステップ4ですね。これはお客さんっていうところになって、で、これは先ほどのステップ3の、例えば説明会だったり、体験会だったりして、で、それを本当に素晴らしい体験をしていれば、じゃあ私はやっぱりお客さんになります。あなたのこれから提供するプログラムに参加しますっていうとか、提供している商品を買いますっていうところに、お客さんになります。Now, the percentage between step 3 and step 4 depends on how good you are as a Genius Igniter. Are you really caring about solving someone's problem in a way that they want to trust you and come to your program, or are you just trying to sell to them when you get on a call? で、ここですね、3から4のコンバージョン率は、ここはGenius Igniterの腕のレベルに、
変わりますね。本当に相手に関心を持って、本当に相手の問題を理解して解決してあげたければ、高くなりますけれども、ただ単に売っていこうと思えば、セールス 4.0 でやろうと思えば、やっぱりコンバージョン率がどんと低くなります。And then step 5 is when somebody says, wow, I had such a transformational experience in that program. What else can I do with you? Like, what's next? I need more of this. Or they say, can I be your partner? Or they ask if they can invest in your company. で、5番のところは、ここに本当に大きなファンと書いてありますけれども、普通のファンではなくて、本当にその4番で自分、もうプログラムとか何かの商品を購入して、ものすごい人生を変えた、もう変容を起こしたような体験をして、で、これはあんまりにも良くて、あなたとこれからもビジネスをやっていきたいとか、あなたの商品を他の人たちにも、広めていきたいというような状態が、この5番なんですね。Most entrepreneurs are focusing at step 3 and 4. How do I get more prospects? How do I get more customers? で、多くの起業家たちはですね、ただ3と4に集中しているわけなんですね。どうやって見込み客を見つけて、で、どのようにその人たちをお客さんにできるかだけに集中しています。But like I said before, they don't grow on trees. でも、お客さんは、木で、実になってたりはするわけではないですね。勝手に。So you need to spend at least 20% of your time on step 1 and 20% of your time on step 2 as well. It's so important. 勝手に本当に自分の庭で植えてくるようにお客さんが自然に来てくれるわけではないので、その一番ステップ1とステップ2に本当に時間をちゃんとかける必要があります。And all the way through all steps, you're thinking, how can I help solve this person's problem? That's the most important thing. You're always thinking, how do I solve this person's problem or this customer's problem or this group of customers? How do I solve their problem? And if you're thinking about that, you'll always come up with content for the 5 steps. で、1から5でずっとですね、1、2、3、4、5全部、のステップでお客さんの問題をどのように解決できるのか、お客さんにどのように価値提供できるのかをずっと考えていれば、しっかりと、ずっと、すべてのステップが機能します。はい、ありがとうございます。すごい、みんな分かってくれたかな？私は何回か聞いてるので、でもすごい分かりやすかった説明がね、出たんですけれども、そういう形で、ステップ、本当に違いますよね、今までの。で、気がついたと思うんですけども、4.0 の時は、やっぱり E メールがベース、ね、メルマガを取ってもらって、で、そこでセールスっていうパターンが一番多かったと思うんですけども、全くそれがないですよね。もう、やっぱりもうどうしてもそちらの方向にもう進んでいて、E メールマーケティングっていうのかな、そういうところは、もうどんどんね、使えなくなっていく状態になっているので、皆さんもね、ぜひこういう形の、できるだけ早く、取り入れて、そのスタンバイ、準備をしておいてください。はい。そしたらね、すごい本当にいっぱい価値もらったんですけれども、質問コーナーに入っていきます。なんか、どんな質問があるか、ちょっと教えてください。いけるところからいきます。なえちゃん、ありますか？はい。猫日和さん。コミュニティ作り、最初の熱作りというか盛り上げるのが苦手です。だよね。ミシェルは、コミュニティの立ち上げ時には何をしていますか？何を心がけていますか？ということですね。やっぱりコミュニティは温かくホクホクさせておかないといけないと思うんですけどね、私も。だけど、それが苦手という人はどうしたらいいんでしょう？なんか、手がありますか？ということなんですけど。Okay. Got it. All right. Thanks, Nikaburi. So the good news is you don't have to be great at making people excited. 猫日和さん、ありがとうございました。で、グッドニュースっていうのは、皆さんにその熱を与えていく熱作りに上手になる必要はないです。You just have to care enough about solving that problem. 皆さんに十分、そのアバターとか顧客の問題解決に十分関心を持っていれば大丈夫です。So this is not about motivating people into action.
これはもう、そういう人が行動を取ってくれるようにモチベーションを与えることではないんです。This is about caring about them enough and solving their problem in such a way that they just keep coming back to you. もう本当にお客さんに関心を持って、で、相手の問題をどうにかでも解決しようとしている心を持っていれば、もうお客さんがもうずっともう勝手にやってきます。So think about your customer avatar and the problem you know they have and create a community around that problem. Even create a Facebook group or a LinkedIn group around that problem. Even call the group the name of the problem and people will join it because they go, yeah, that's the problem I have that I need to solve. Hopefully, Nick Aburi can solve this problem for me. で、なので皆さんのアバター、先ほどのもう理想の顧客像、そのイメージに沿って、で、どういう問題があるのを、それを明確にして、で、逆に例えば問題をFacebook グループのタイトルにして作ってたり、海外だったら LinkedIn のグループを作ってたりして、で、それを見た瞬間に自分のアバターがそこに行くわけなんですね。Remember, your customers do not care about what you know until they know that you care. これをまた覚えてもらいたいんですけれども、お客さんは、あなたがお客さんに対して関心を持つまでに、あなたがどういう知識を持ったってどうでもいいんです。本当ですよね。はい。いいかな、猫日和さん。そして次なんですけれども、いいですかね。これと、その続きもありますね。5.0 の方が、より個人の悩みにマッチした提案をするということでしょうかということなんですけども、さっきの2つ、なんか似てる続きの質問ですね。It's more about solving their problem than matching their needs. その悩みに、合わせるっていうマッチっていうか、なんか本当に問題を解決するのがポイントです。People will only buy something because it's solving a problem or fixing a pain that they have. 何かの抱えてる問題の解決になったり、自分が感じてる痛みを、治して癒してくれたりしない限りは、もうお金は出さないんですね。There's so many things out there today that the clients can access. They have got so much choice. So unless it's really solving something very specific that they need to solve today. And so some of us have problems that we don't need solving. It's like it's not a big problem that I need to solve today, but this is a bigger problem that I have to solve. So you really got to understand your customer and what is the biggest problem that they need to solve today. で、今の世界ではですね、もうネットとかなんかいろんなことあって、もう本当に選択肢が溢れていますね。もうアクセスしようと思えばもうたくさんアクセスできますので、本当にその人が今日もう解決しないといけない問題がありますと、その問題を解決してあげないといけないんですね。で、お客さんは、逆にたくさんの問題を持っているかもしれないんですけれども、別に今日はそれを解決しなくてもいいものの、問題解決を提案したとしても、やっぱお客さんになってくれないんですね。本当にお客さんになってくれる場合は、その人が必死に、やっぱりその日にでも解決したい問題を、解決策を提供する必要があります。そうですよね。本当そこなんだなって、もうね、ミシェル最初からそれしか言ってないみたいなぐらいのね、勢いですよね。いかに解決するか、っていうところ、ね、本当にもう市場版にもういい商品に溢れてるので、そこをいかにね、なんていうのかな、今日買わなくちゃいけないっていうところを見せてあげるっていうところですね。はい。そしたら鈴木恵美さん。ジーニスエグナイターは周波数のすべての特徴を知識として身につけていかないとなれないんですかということなんですけども、どうなんでしょう。あった方がいいとは思うけど、どうなんだろう。はい。In my company, yes, they need to, because in my company, and for Tamami-san as well, like everything we use is wealth dynamics and talent dynamics. So it's the principle of how we communicate with all of our customers, how they communicate with each other. But in other companies, you don't need to.
But it definitely helps because it makes the connection with the customer or the prospect a lot easier. 私たちの会社では、必須ですね。たまみさんの会社もそうなんですけれども、なぜかというのは、そもそもそのウェルスっていう商品を元に、いろんな、商品を出しているんですけれども、特にそれをプロファイルとかウェルスとかを、という商品を、出している会社でなければそういう必要はないんですけれども、でもそれを理解した方が、やっぱりその顧客との距離感を一気に縮めることができますので、実際に身につけるのがおすすめです。はい。そうですね。じゃあ最後の質問ね。もし限られたわずかな時間で10分ぐらい、例えば10分ぐらいでセールスをしなければならないとしたら、ミシェルはその時間で重要視するのはどんなポイントですかということなんですけども、どうでしょう。I would never do a call in 10 minutes. 私だったら10分だけのコールなんてやらないんですね。なるほど。断ります。It's not possible. I couldn't. I mean, some of my Genius Igniters maybe could, but I couldn't do it in 10 minutes. I don't think 10 minutes gives you enough time to really understand what someone's problem is and find out how important that problem is to them and find out what they've tried to do already to solve it, what they would be willing to pay to solve it, how much time they've got to invest in solving it. I don't know if you could get that information off someone in 10 minutes. So I haven't tried and I'm not going to. ある、Genius Igniter はできるかもしれないんですけれども、私にはできないですね。なぜかというと、10分内で本当にお客さんの状況を理解して、どういう問題を抱えてきて、今までにその問題を対策する、どういう対策をしてきたのか、どういう、例えば失敗をしてきたのか、あるいはそしてその問題を解決するためにはどれぐらいのお金を出しても平気なのか、で、どのタイミングでそれを例えばその解決したいのかっていうのを、こういう情報を全部10分以内にはできないと思いますので、私だったら絶対10分内のセールスセッションはやりたくないんですね。The shortest call one of my Genius Igniters would do is 30 minutes. 私のチームのGenius Igniterの一番短いコールの時間は30分になります。And that's for a product that's $1,500. でもそれは、商品の価格帯といえば、15万ぐらいのものになりますね。And then a product that's more like $20,000 or $30,000 would get an hour. で、もし、やっぱりその商品が例えば200万とか300万単位のものであれば、最低1時間ですね。なぜかっていうのは、より多くの質問を聞かないといけないんです。But if you figured out how to do it in 10 minutes, please tell me. でも、もしあなたが10分以内にどうやってやればいいのかって、見つけてたら、ぜひ教えてください。はい。ありがとうございます。そしたら、それではね、ミシェルは実は6月24日のフェスタに参加してくれるんですね。初めてだよね。オンラインだからできることだと思うので、ミシェルが、これに登壇します。で、そのロジャーとミシェルと、第1回目にね、ウェビナーに来てくれたダナと、3人、そして私がファシリテーターとしてパネルディスカッションをさせていただきます。だからこういうね、ような質問のところをね、皆さんね、ぜひ、してみてください。そして質問受け付けてますので、ぜひ質問受付フォームをアップしておいてあげてくださいね。そちらの方から質問を受け付けてます。そして何がじゃあ、フェスタで見られるのって言って、じゃあ、ミシェル何が起きるんでしょういつも。ロジャーとやって教えて、最後。I'm so excited. This is my first time speaking at the Japan FESTA. これはもうワクワクなんですね。もう本当にフェスタで実際に登壇するのは初めてですね、私は。So I know that when Roger shares, he just delivers so much value. Like he's going to talk about the wealth dynamics, the different profiles. He's going to talk about the waves. He's going to talk about the digital decade. で、もうロジャーが登壇するときは本当にもう価値たっぷり与えてくれますね。もうウェルスダイナミクスのプロファイルも話しますし、あるいはこれからのやってくるもうトレンドとその波も話してきますし、やっぱり将来のことを話してくれますね。He's going to go into more detail about the difference between 4.0 and 5.0. So marketing 5.0, sales 5.0, product 5.0, community 5.0.
で、あとその 4.0 と 5.0 のそれぞれの側面も話してくれますね。セールス 5.0、マーケティング 5.0、コミュニティ 5.0、商品 5.0 とか、そういうのを話してくれます。And I'm excited because I'm going to come and answer Tamami's questions and your questions around Sales 5.0. そして私はワクワクしてますね。なぜかというと、私は登壇してTamamiさんの、5.0 のセールス 5.0 の質問とか、皆さんの質問を答えることはできますね。そうなんです。そして何よりも、皆さんが体感っていうかね、目撃できるのは、本当我々が皆さんにどういうものをオファーするか。ね、ミシェルが言ったように、プレゼントを用意してます。我々はね。そして、どういうふうに、ミシェルが言ってたけども、その 4.0 と 5.0 の違いをやっぱりお客さん自体が感じるっていうふうに言ってましたよね。売られてる感っていうのと、そうじゃなくって、本当にケアされてる感っていうの、そして、そのコミュニティっていうところを、感じるんだよって言ってましたので、ぜひ、我々としてはみんなにそれを感じてもらいたい。5.0 のそういう感覚っていうのかな。それを感じてもらいたいし、それを実感して、実際にどういう風になってるんだろうなっていうところをね、見ていただきたいと、すごい思ってます。それにね、勝る学びはないんじゃないのかなと思ってますね。で、本当に、皆さんを新しい、ステップっていうかね、ご招待したいと思ってますので、ぜひ来ていただければと思います。はい。そういう形で、すごい楽しみにしてますので、で、ね、ミシェルと4人で話す。何が起きるんだろうって感じですけれども、楽しいに決まってるので、ぜひね、ライブで参加してください。はい。そしたらね、ミシェル、本当に、ありがとうございました。すごい価値受け取りました。私はね。みんなも多分そうだと思うんですけども、そしてね、6月24日、またライブでお会いすること、すごい楽しみにしてます。皆さんもありがとうございました。Thank you, Michelle. Bye. Bye.